どうも、底辺役アリスト黄昏です。皆さん、以前動画で紹介した30センチキューブ水槽に水草をストックしている水槽のことは覚えていますでしょうか？すでに忘れてしまっている方は概要欄の再生リストから見てやってください。こちらの動画は最後に投稿してから7ヶ月以上が経過しており、その後の消息が不明になっております。うすうす気づいている方もいらっしゃるかもしれませんが、実は最近こういう近況報告ができていない水槽を動画にしようということでやってるんです。直近で立ち上げている水槽もいくつかあるんですが、事の顛末まで報告していないものが多数ある状況で、どんどんと新しい水槽をお見せするのも申し訳ないので、そんな感じで絶賛行方がどうなってるかわからない水槽を動画で消化中ということで、今回はその7ヶ月熟成していた水槽についてお話していきます。それでは早速いつものさらっとおさらいから。こちらの水槽は最初の頃は3年前くらいの初売りで衝動的に購入したワンコインの組織培養水草をとりあえずストックしておくためだけのものでした。しかしロタラ SP ハラとオーストラリアンヒドロゴティレしかない現状に意味を見出せなくなってしまったため、徐々にマイナーチェンジをしていって存在価値を見つけていました。そんな中で結構な時間が経過し、最初に植栽していたロタラ SP ハラも調子はいいとは言えなくなってきたため、そこら辺も今回は回収作業をしていきます。そんな感じで前回の水槽はこんな状態でした。オーストラリアンヒドロゴティレが半模し、手前にはロタラワリッキーやベトナムゴマノハグサなどのストックしておきたい水草があり、一番後ろにロタラ SP ハラが茂ってます。そこから2週間後の映像がこちら。下葉がスカスカになっているにもかかわらず、ロタラ SP ハラの勢いが止まらず、すでに水面に到達しようとしています。手前のヒドロゴティレも相変わらずで、調子はすこぶるいいです。ロタラワリッキーも最初は心配でしたが、ハラに負けない勢いで成長しているので良かったです。中央付近に植えている腐っていたプロセルピナカパルストリスは顔を出していませんが、右隣のベトナムゴマノハグサは順調です。この水槽もだいぶ長い期間維持していますが、これくらいこなれてる方がいいのかもしれません。そこからさらに2週間後の映像がこちら。さすがにオーストラリアンヒドロゴティレがえぐいです。先ほどの映像までは下葉部分もモリモリになっていたんですが、引きの正面映像でもわかるくらい茎だけになってます。ニューラージュパールグラスのようにラピュタることはなさそうですけど、正直前傾層としての体裁は保っていません。個人的には切っても切っても再生してくれるので、他の定番前傾層よりよっぽど維持しやすいイメージ。その分荒ぶって後ろまで根を張ってきますけどね。ご覧のように光の当たらない部分は茎だけ状態です。上の方は何食わぬ顔で成長しているので、調子が落ちているわけではなさそう。ロタラワリッキーとハラも絶好調で、この2週間で水面に到達してしまいました。というわけで、さすがにトリミングしないといけないだろうと思い、バッサリとカットしていきます。まずはロタラワリッキー。こちらは別名リスの尻尾と言われるだけあって、とても細かい葉がカットするたびに舞います。後で回収するのでいいですが、入り組んだレイアウトとかだと地味に流木に挟まったりしそうです。トリミングした葉はとりあえず回収しておきます。後々差し戻しするかにかかわらず、こうやってこまめに回収しておかないと、水面をトリミングした葉が覆い尽くして作業性最悪になりますからね。ロタラ SP ハラもザクザクカットしていきます。このハラ何回目のトリミングかはわかりませんが、赤々してて綺麗ですよね。最近ハラを使ったレイアウトをしていないので、また使ってみたいです。やはりこれだけお手軽に真っ赤になってくれる有形層はハラだけです。そんな感じでロタラワリッキーとハラをトリミングした後がこちら。さすがにみすぼらしい。ワリッキーはなんとか下葉もありますが、一番後ろのハラが本当に悲惨。
茎だけロタラになってて何とも言えない哀愁が漂ってます。まあ有形層あるあるなんで特段騒ぐことでもないです。と言いつつもやはりこの見た目はいただけませんね。とりあえずこのみすぼらしい後継層に似つかわしくない手前のモサモサヒドロコティレをついでにカットしていきます。茎と茎が絡み合っててめちゃくちゃ切りづらいです。切っているというよりは引きちぎってる感覚に近い。やはり中華製のウェーブシザーなので切れ味は悪いんでしょうね。カットするたびにソイルに根付いている下の茎部分が浮いてきてて見ていて心臓に悪いです。一度引っこ抜けると再生が難しいのがこういう匍匐する水草の厄介なところですよね。これで何度泣かされたことか。というわけで一通りカットした状態がこちら。カットというより引きちぎったせいでソイルが変な形になっています。というかデトリタスがすごいですね。沈殿しまくっててどこからがソイルでどこからがゴミなのかがわかりません。とりあえず見た目が悪いので沈殿しているゴミをプロホースで吸い取ります。最初はヒドロコティレを残そうとしていたようですが、プロホースで掃除している間に気が変わったのか、べらりとめくって掃除しだしました。この頃の自分の思考はどうなってるんでしょうね。ヒドロコティレを撤去したことによって植えたことすら忘れ去られていたストロギネレペンスの塊が顔を出しました。いい感じに群生してて綺麗ですね。ストロギネレペンスもこれくらい可愛いサイズでとどまってくれれば中継層として色鮮やかに水槽内を彩ってくれそうです。そしてその他にもクリブトコリネウェンティグリーンが出てきています。こちらに関してはまだ植栽して間もないこともあってそこまで増えてないです。というわけでトリミングついでに水替えした状態がこちら。何やらいろいろなものが消えています。まず消えたのは先ほどのヒドロコティレ。こちらは映像でもお見せしていたのでわかるかと思います。しかしその他にもしれっと消えているものがあります。お気づきの通りロタラ SP ハラです。さすがにあまりにも汚かったのでそろそろカットした下葉部分は撤去していいだろうということでトリミングした頭頂部の実を差し戻しすることにしました。地味にロタラワリッキーも高さを揃えて短くしてます。クリプトコリネウェンティグリーンに関してはストロギネレペンスと対になるように左端に追いやられてます。以前紹介した60センチクリブト水槽に拝借したため量はだいぶ少ないです。そしてトリミングしたものがこちら。この頭頂部を差し戻ししていきます。あまりにも作業時間が長すぎてちょっと乾燥してきているのはビビりました。ロタラワリッキーはトリミングしたところにまばらに差し戻します。その奥にロタラ SP ハラを差し戻していきます。先ほどまでは一番奥は全部ハラでしたが、以前の動画同様、他の水草をストックする存在にしたいので、左に密集させておきます。次にベトナムゴマの葉草を差し戻し、映像には撮っていなかったんですが、ヒドロコティレを手前中央に植栽して終了。だいぶさっぱりしたこの水槽はどうなったのでしょうか。というわけでそこから2週間後の状態がこちら。何やら見慣れない水草が植栽されています。一番奥のめちゃくちゃぶっとい茎を持つ水草は何を隠そうあのポゴステモン脱線です。映像の左に見切れているどでかい流木を中央に配した水槽を侵略している超強肩種の水草です。この水草めちゃくちゃ荒ぶるんでどうしようか迷っていたんですが、さすがに種を途絶えさせるのはもったいないということで、とりあえずこちらに避難させることで隣の水槽をリセットしても大丈夫なようにしておきました。他の水草たちは相変わらずで、地味に腐ってたプロセルピナカパルストリスが増えてます。ヒドロコティレは微妙にまだ調子を取り戻していませんが、ロタラワリッキーやハラは順調なように思います。というわけでいかがだったでしょうか。もうストック水槽と割り切った時点でやりたい放題しているこの水槽なんですが、逆に意外とネタがあって助かりますね。普段のレイアウト水槽だと大幅な改変を何度もするのはご法度なので、だいたい同じ絵面になってしまうんですが、トリミングするたびにどこかしらに変化が起きるので、
動画にするにはいい水槽なのではないでしょうか。最近はレイアウトもそうですけど、使える水草をストックしていつでも使えるようにするのにハマってるので、そういう意味では水上栽培以外にもこうやって水中で管理できるものがあってもいいのではと思ってます。正直この時この水槽をどうしていくか全く考えていなかったんですが、また思い出した時に動画で紹介していくので気長にお待ちください。というわけで今回はここまで。